はい、こちらブレードの方完成いたしました。こちらのブレードの方の材料なんですが、こちらを使用いたしました。こちらの材料も OSG 様よりご提供いただきました ELMAX という、材料となっております。はい、6F した後に焼き入れを施しておりまして、 HRC 硬さで58プラスマイナス1という由緒正しき材料となっております。こちら非常に分かりにくいですが、硬さの試験をした跡があります。こちらですね。ちょっとポッチがついてるのが分かりますかね。これ硬さ試験をした後ですね。はい、HRC 硬さ58プラマイ1ミリの非常に由緒正しき材料となっております。そしてこちらの材料、ナイフのモデルが完成する前にとりあえずこれぐらいのサイズなら絶対足りるというサイズにしておりましたので、非常に大きめな材料となっております。こちらのブレードを置いてみますと、こちらのブレードを置いてみますと、ご覧のようにだいぶ長いということで、切り取っております。こんな感じで、はい切り取っております。そして、切り取っているとはいえ幅も結構余裕があったので相当量の取り代がありましたが、OSG 様よりご提供いただきましたエンドミル、そつなく加工いただきましたというわけで、今からまだ刃がついていませんので研ぎまして、そしてこちら残っております部品と組み合わせて完成としたいと思います。はい、というわけで完成いたしました削り出しナイフとなっております。こちらの材料 ELMAX でブレードを作って64チタンでグリップを作っております。私のナイフ製作史上ナンバーワンのクオリティと言っては過言ではないと思います。2本目ですが、はい。そうして今回の動画は
OSG 様のご提供により制作しております。材料のご提供、そしてエンドミルのご提供をいただいております。こちらの ELMAX HRC 硬さ58プラマイ1というレベルの由緒正しき材料となっております。こちらの硬い由緒正しき材料を削っていきました。メインで削っていきましたのはこちらの AEMSH4R0.2 となっております。この 4π のエンドミルで粗加工仕上げ加工を行いました。3本使いました。こちらのブレード板材からこちらのブレードを製作いたしました。穴開けに WH55 の 5D とこのブレードの 3D 加工を行ったボールエンドミルが AEBMH-R3 となっております。こちらの R3 のボールエンドミルに関してはこの1本で粗仕上げができました。はい、こちらのドリルも、1本で加工できました。高硬度材の穴開けだったのでキリコの色がね非常に危なっかしい色をしていましたが、音とか、振動とかはですね、普通の切削感、非常にいい切れ味、ドリルでも高硬度材そのままプスッと穴開けてるんやなという感じ、はい、非常にねカルチャーショックいただきました。ジグ板のねアルミを一緒に開けてるんですけど、あれはあんまり良くないのであんまり真似しない方がいいと思います。アルミにもねちゃんと逃がしがあった方がいいと思います。はい、ボールエンドミルに関してはもう普通の鉄を削ってるのかなっていうぐらい調子のいいエンドミルでした。 AEMSH の 4π ピンカットだとねやっぱかけやすいんで R0.2 たかだか R0.2 とはいえなんかついてるだけで非常に安心感のあるエンドミルでしたね。でちょっと見てみると分かるんですが、溝のポケットが非常に狭いんだけどその分芯圧がぶっとくなってるという感じで非常に合成感のあるエンドミルです。それでええんかっていう話なんですけども、高硬度材なんて薄く削るんでキリコでね詰まってしまうっていうよりかは合成の方が重視した方がいいんやろうという設計意図が見て取れる感じです。非常に安心感のあるエンドミルでした。高硬度材ってイージーになってたんですね。そんなことになっていたとは、世の中とは勝手に進んでいっているという感じでございます。でグリップの方で64チタンを削りました。こちらの、AE シリーズですね。 AEVM シリーズといえば不等ピッチ不等リードの、名作でございます。今回は AEVMS の 4R1 のものを主に使いました。粗加工も仕上げ加工もこれ1本でほとんどの加工がされています。もうほとんどこれ1本でやってますけど、ラジアスのね R がついてほしくないところに AEVMS の 4RA と呼ばれる型番を使用しました。はい、このねマグネシウムロッドを仕込むための穴を開けるためにこちらの ADO-SAS3D7.9π の超高ドリルで穴をプスッと一穴だけ一穴だけのためにドリル1本用意していただきました。ありがとうございます。はい、贅沢な話ですけどね、超高ドリルはね贅沢ですよ。はい、で材料のね提供も OSG さんにいただいておりますが、これすごいんですよ。ほとんどね反ってない、反りにくい材料なのかもしれないんですが反ってないです。6F されて焼き入れされて反ってないと。はい、エンドミルだけではなくてですね支給される材料も一流だと。はい、さすがでございます。ご提供いただきましてありがとうございます。概要欄にリンク等々貼っておりますのでぜひ、見てみてください。こちらのナイフの方を少し語っていきたいんですが、今回は OSG なんとか重工コラボだけではなくてですね OSG なんとか重工、そして尾藤内藤さんとのコラボにもなっておるというですね、非常に豪華なコラボ企画となっております。なんとか重工はねそんなにYouTuber さんと絡む機会がないんですが、今回は、コラボさせていただきましたが安定の、現場にはいないというね、引きこもりなんでね大体そうなると。はい、で尾藤内藤さんご存知の方いらっしゃると思いますが、おしゃんな映像を作られてはる YouTuber さんなんですが、キャンプとかそういうアウトドア系も凝ってはるということでですね、ナイフなんかの動画も私見させていただきましたが、やはりこだわりがあるということでですね、
こんな感じがいいという要望を受け取って、で 3D モデリングを私が行いまして、加工を行いまして、この後こちら渡しまして、尾藤内藤さんの方でレビューをしていただくという感じになります。自分の作ったものが他人の手に渡ってですね、レビューされるドキドキもんでございます。はい。で、私の方ではですね、フェザースティックと呼ばれる、なんかこう、そういうやつがあるということでですね、フェザースティックの押さえどころというのはよく分かってないんですけど、こう、モケモケして火がつきやすければいいという感覚なんですけど、多分ね、美意識とかもそういうのあるでしょう、フェザースティックに対して。やはりそこはあるでしょう。私やりましたら、こんなね、なんか、サザエさんの髪型みたいになりましたけど、こういうのじゃなくて、きっとおしゃんなフェザースティックのことをフェザースティックと呼ぶんだと思いますが、あんまりよく分かってません。そして私フェザースティックをちょいっとやりましたが、やはりですね、アウトドアのナイフといえばバトニングをするのか否かというところが結構重要なポイントになってくるということのようで、きっとバトニングも含めたレビューとかっていうのがされることでしょう。私はしません。私のこだわりというか内藤さんのこだわりなんですが、刃の形状をスカンジーホニャラカンニャラっていう刃の形状にしてくれということで、断面が刃がねまっすぐねこう三角形を作ってるんじゃなくて、ちょっと曲面を描いている断面になっております。この刃の部分がね、はい、ハマグリ型なんて言ったりもするんでしょうか。確かちょっとにわかなんでよく分かってないんですが、ちょっと丸みを帯びているということによって刃先の角度がね鋭利になりすぎないので、バトニングをしても強度を担保できるという刃の形状になっております。かといってフェザースティックを作るにあたってあまりこうまろやかな刃にすると、つっかえてねフェザースティック作りにくいやろうということで、三角形のまっすぐなやつとハマグリ型のいいところ取りになるような断面に私なりに作成しておりますので、どんな感じのレビューになるのかぜひ動画を見てみてください。向こうで折れたりせえへんか心配ですけどね。ここね外れるようになってます。じゃじゃーんと。でこれがこうシャッとね、このナイフの背でシャッとやればね火花が散ると。何だったっけ、マグネシウムのファイヤースティックだったかな。でシャッとなるようになってると。ここにね金属のボールがスプリングでこう常に押し出されてるような状態で、押せばね引っ込むみたいなボールが入ってます。でこの押せば引っ込むボールがここに引っかかることによって抜けないようになってると。ね、こうやって抜けちゃったら困るじゃないですか、使ってる時に。これねグッと押さえ込んでこうキュッとやると落ちてこない。3D プリンターで試作品は作ったけど、金属で試作品とかは作ってない、ぶっつけ本番の一本物でございますので、多少の使い勝手の悪さっていうのはね、ご了承いただきたい。はい、ちょっとね抜きづらいです。はい、ちょっと抜きづらいけど、抜きづらいからっつってバーッつってテープズバーッと切らへんようにご注意いただきたいです。一安心というところでございます。ぜひ伊藤内藤さんの方のレビューも見てください。はい、というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。